はい、それではですね、今日は、煽り俯瞰斜め、説明していきたいと思います。これ。で、こっちで言うと、もうこれ。じゃあ、この形ってどういうふうに書けばいいのってちょっと難しいですよね。そもそもじゃあ、これどうやって書けばいいんだよってね。で、これを書くための、まずは、第一ステップとしては、実は、この前やった横向きの体の書き方。なんだろう。この変化っていうのかな、このカーブどういうふうにつけたらいいのっていうのはね、結構難しいと思うんですよね、そもそもね。それが、この前やりましたよね。まっすぐ、背中はまっすぐで、胸とか、お腹に向かってこうカーブして足元に向かって、反ってこう戻ってみたいな、こういう形だよみたいな話をしてましたよね。でこの、単純なこの形の、斜め45度だから、ここまではカーブしない、少しこのカーブが緩やかになった要素がこのカーブに出ていると、つながっているっていうふうにちょっと考えてください。この側面の理解っていうのがすごく大事です。結局この部分が、皆さんにはですね、この形、本当にこの形、今僕が書いてるこの形を、とにかく書けるようになってほしいというか、まずはこの部分です。なんか長い消しゴムみたいな感じ。長い消しゴムみたいな感じを第一ステップにとって、で第二ステップこういうふうにしてもいいです。でこの時に、考えなきゃいけないのは、実はもう一つはね、側面の部分ともう一つ正中線です。正中線っていうのは、この箱の真ん中、この立体の真ん中線。これがどこにあるかによってだいぶ立体感というのが違います。というかですね、今僕が書いてるこれが書けないようでは、絶対に人間は書けないと、言ってもいいでしょう。で、足元の空間に関しては、煽りとか俯瞰とか結構難しい要素が入ってくるので、とりあえず今のこの段階ではあまり考えなくていいです。とりあえずフラット。フラットっていうのはこのまっすぐな足元にしましょう。ちょっとそこもまた難しいんで、ちょっと後で説明します。まずすごく単純な形で、斜めって何なのって、立体ってどんな感じなのっていうのをちゃんと押さえましょう。この単純な形が描けるかどうか、ちゃんとカーブしていて。で、この時に、まだこの形がなんだろうな、ちゃんと自分で抑えられない人は、この段階で、頭身とかもちゃんと合わせましょうかね。何頭身なのって、これ結構基本なんですけど、すごい大事です。この前も言いましたよね。何頭身かによってキャラってだいぶ変わるよ、みたいな、いう話もしてたと思うので、この段階でちゃんとこのキャラは何頭身なんだろうかっていう足元まで含めた頭身の管理をしっかりする、コントロールをすると。でそれによってだから、この前のだから横図をちょっと横に、置いちゃってもいいのかもしれないですね。そういう意味ではね、横図を横に置いた上で、どこで、胸がこう張って、どこで足がこうカーブしているんだろうかみたいなのを横図でちょっとこう押さえてもいいような気がします。そういうふうに書けばいいと。こういうふうに後で手を足すと、立体的にすごく理解しやすいと思います。というのは、おそらく皆さんが、立体的に曖昧になったり、ちゃんと書けないので、おそらくここら辺だと思います。ここら辺。ここら辺が、おおよそ皆さん曖昧ゾーンです。ここら辺が。なんでかっていうと、どういうふうに肩ついてんのとか、この、腕ってどんなふうに、要するに立体的に見えんのとかね、そういうのが多分皆さん書けないというか難しいポイントだと思います。というのは、どこからどこまでが腕なのか、要するに腕の付け根なのか、でどこからが、体なのかっていうのが、おそらくこう線が交差するので、どんどん曖昧に多分なる人が多いでしょう、きっと。なんですが、このように、胴体と腕を分けて書くことによって、そこら辺が、理解しやすい。皆さんの中で理解しやすくなると思います。よってことです。ですごく簡単な、もうこれもね、僕の、教え方の基本なんですけど、すごく簡単なこういう図形というか、簡単な間まず考えてみましょう。
すごく簡単な絵で考えることによって、物事の本質っていうのが結構見えてくると思います。で、まずはこのように、手なし状態で胴体、あと頭、胴体、足だけでちょっと考えてみましょう。で、手っていうのはここに簡単に付け加えることがさっきも言ってたようにできます。なので、とりあえず今の段階ではこの胴体だけを考えてみようね。足元でかーみたいな。これね、簡単に言うとなんかよく読んだことないんだけど、ナルトとかこういう絵ないですか？ナルトとかさ。煽りとか俯瞰とかナルトのなんか、なんつうの、話数のほら、扉やつの、ああいうのよくあるじゃないですか。だから、なんかこれ頭すごいでかい時と、これすげえ近くから見てんだってことちょっと覚えてください。で、足とかすごいでかいのもあるじゃないですか。これは近くから撮ってんだ。ね。って思ってください。例えば、後ですよ。エヴァンゲリオンとかね、ああいうほら、例えば巨人というか、すごい大きいキャラクターを描くときなんかもこういうのよく使われますよね。本当にすごい単純な当たり前の話の基本です。とにかく、俯瞰の時は頭大きくなって足ちっちゃくなるんだよね。当たり前の話です。もう近いから。なんでって言ったら近いものは大きくて遠いものは小さいんです。それが本当にもう簡単なもうパースのもう大前提。近いものは大きい。遠いものは小さい。で、俯瞰っていうのは上から見てるから頭の方が近いんだよ。で、足の方が遠いんです。っていうこと、もう本当それ、ただそれだけ。で、煽りは、その逆だよね。煽りは頭ちっちゃい、遠いから。で、足大きい。これ近いから。もうこれ同じ話と。だからもう、見てる場所が近いか遠いかによって、この見え方の差が生まれます。で、遠くだったら、この、大小差がさほどないわけです。大小差がさほどないわけで、頭と足がそんなに変わんないんです、大きさが。これが近ければ近いほど頭の方が、大きくて足の方が小さいっていう、こういう関係性が、生まれる。そのものがこのように単純に考えたときにカーブしてるんです。こういうふうにカーブしてるんだよ。体そのものが。体そのものがカーブしてるから、結局胸とか、腰より上ですね。腰より上っていうのは上向いてるわけです。だからすごく広く見えるんです、この俯瞰で見ると。で、次、腰から足元に向かっては、実はこのように下向いてんですよ。下向いてる方と上向いてる方っていうのは、簡単にすごく言うと、すごく簡単に言うと体って、上向いてる方と下向いてる方があるんだよ、これ。なので、俯瞰から見たときに、思ったより胸広いっていうことです。自分が思ってるよりも足短い。これがポイントなんですよ。で、これがみんなあんまりかっこよく俯瞰とか煽りがかけませんっていう人のよくある、間違い例というか、NG 例。あんまりよくない、よろしくない、かっこよくかけない例としてはこういうことです。いや、よくあるんですよ。まっすぐにしちゃう。体をまっすぐにしちゃう。ことによって、体が、の立体感っていうのかな、立体感っていうか、反りがなくて、よくあるこういうやつですね。なんかこう、デク人形かな、一番簡単な分かりやすいの。デク人形で、こういう、なんかこういうのでずっと組み合わせてて、こう描いちゃう系。うん。こうすると、割と、なんか、体がまっすぐだからね、人間っぽくなんないんですよ、これね。違うから、厳密には違うんだけれど、シルエットで見たときに、簡単に言うと、煽りの後ろと俯瞰の前っていうのは、このように頭と肩が重なるようなシルエットになるでしょうというのがありますね。これにシルエットで見てください。もう塊です。こっちも塊で見てください。この重なりが結構ね、ポイントなんですよ。大事なんですよ。頭と肩が重なり、首がなんかこう見かけ上見えない状態。で、次、煽った場合の前と、俯瞰の場合の後ろっていうのは、このように首が逆にすごい長く見える。っていうのが起きるよねっていう話なんですよ。首めちゃくちゃ長いよ。あるいは首全然見えない。この差です。こういうことです。視点方向、見てる方向と、この
首の方向が割と近いことによって、この首っていうのがね、要するにこの俯瞰前とか、煽り後ろから見ると、要するにこのぐらいに見えてるってことは少しこういうふうに、このぐらい、こういうふうに圧縮されて見えてるってことになるんですよ。圧縮された筒、筒状のものとして、ここにこう存在しているということになるんです。見えないけどね。こっちも見えないんだけど、あるとすればこのように見えてるってことです。そう、見えないんだけど。で、それがですね、今度逆に、この斜めについてることによって、斜め下というか、煽りか。煽りの前から見たときと、俯瞰の後ろから見たときに、もろにこの首の長さっていうのは、露骨にほぼほぼ全部見えると。厳密に言うと、ちょっと、多少圧縮されてるんですけどね。少し圧縮されてるんですが、ほぼこの首の長さが、見えてると。こっちで言うとこうか。こういう筒の見え方の差ですね。ちょっとこっちももうちょっと俯瞰のポーズか。俯瞰の今の肩の重なりっていうのは、こういうアクションポーズを描くときの頭と肩の重なり、要するにこれが前傾姿勢でいる人のこういうポージング、前傾姿勢でいる人のポージングっていうのがそのまま、実はこれ自体が、前傾、これアイレベル普通ですよ。アイレベルが普通なんだけど、これは前傾でいることによって俯瞰っぽい、絵になるわけです。頭と肩の重なりが実は俯瞰になるんですよ。なんだけど、実はこの後胴体に関して言えば、腰は前に今度出たりするんです。腰はこういうふうに前に出たりするよくアクションのポーズがあるんですよ。この部分のこの足は実は煽りだったりするわけです、逆に。こうなるから。こういうふうに今度曲がってるから、この部分は煽り、この部分は俯瞰。この上半身は俯瞰。下半身は煽りポーズだったんです。煽りの圧縮が結局足に入り、そこから先のこの膝から下は実はフラットみたいな。単純な構えてるとかこうね、前傾姿勢のポーズそのものが実は俯瞰、煽り、フラットっていう3要素が入ったりするわけですよ。じゃないとこの立体的な体が描けないっていう。俯瞰の人間描きましたね、これね、適当にね。これね、ちょっとうまく付け加えると走ってる人になる。こういうのが土台になって走ってる人って描けるんですよ。こうして、こうして、なんかこうして、で足をここからこうするんですよ。ほら、これで走ってる人になったでしょ。煽りでいそうな、ちょっと単純なポーズで取らせてみますよ。こんな感じで。で、これをちょっと変形させていくと、ちゃんと目線こうして、でこうして、でこっちをこうして、でこっちをこうして、ちょっとキックしてる人になると。ほら、ライダーキックみたいな感じになるというふうに、煽り俯瞰がちゃんとね、かければ、このようにいろんなポーズが応用的にすごく描けるようになるんです。これは俯瞰をベースにしてるわけだ。こっちは煽りベース。なので、まず本当にただ単純に立ってるだけの煽り俯瞰の人をちゃんと描けるってことがね、すごく応用範囲の広い、表現につながったりするわけ。